ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミセスグリーンアップルグッドデイオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあミセスグリーンアップルの新しいミュージックビデオが公開されましたね。本当に新しい楽曲をですね、公開するペースが早いですよね、ミセスグリーンアップルは。1ヶ月に1本はミュージックビデオ公開してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そしてどの曲もどの歌声もですね、クオリティがめちゃくちゃ高すぎるっていうのがミセスグリーンアップルのすごいところだなっていうふうに思ってます。そして今回のグッドデイ歌声分析してみたんですけれども、いや今回も素晴らしい歌声でしたね。地声、裏声、ミックスボイス、この辺のコントロール力が凄まじいほどレベルが高いですし、あとはですね、上下前後を使った立体的な表現力、この辺も際立っていたんじゃないかなっていうふうに思います。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で実装された新しい機能ハイプ、こちらですね、1週間でお一人3回までできますので、ぜひこちらの動画3回ハイプしていただけたらなというふうに思います。それでは早速ミセスグリーンアップルグッドデイ歌声分析 GO!いいね。かっこいいですね。やっぱり大森さんって歌声が素晴らしいのはもちろんなんですけど、このリズムの躍動感がですね、最強にかっこいいですよね。全体的にですね、音を切るような感じで歌ってるんですよね。これをスタッカートって言うんですけど、期待をしてようかみたいな感じで歌ってるんですよね。先ほど説明したスタッカートもそうなんですけど、子音の発音の仕方、この辺もですね、大森さんの歌声のかっこよさの秘密だったりします。で、声の出し方なんですけど、鼻の中の鼻腔共鳴と言われる声の響きが強い歌声になってます。鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロールだったり、高い声を出す時に必要になってくるポイントなんですけど、この辺の使い方もね、大森さんものすごくうまいですよね。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃかっこいい。本当にね、体が自然にリズムを取ってしまうぐらい軽快なリズム感ですよね。素晴らしいです。次いきますよ。うわかっこよ。優しさでのところで急に音域が上がるじゃないですか。ここかっこいいですね。その前まではものすごい低い音域を歌っていたのに、この音幅がすごい。もう一回聞いてみましょう。すごいね。前半の低いところはですね、先ほど言った鼻腔共鳴、鼻の響きですね。ここをさらに強調しています。理由としてはですね、低音域っていうのは言葉がずしっと重くなりやすいんですよね。こう音がこもっちゃうっていうか。そこで鼻に声を入れるとですね、どうなるか。声の通りが良くなるんですよね。そのテクニック、大森さん使ってます。で、その後の優しさでのところのハイトーンはですね、低音の時に使っていた鼻の響きをそのままキープして高い声を出しているっていう感じですね。歌声分析の最初の方にも説明したんですけど、鼻腔共鳴っていうのは高い声を出す時に非常に重要なポイントになってくるので、低音の時の鼻の使い方をそのまま高音でもキープすることによって高い声をコントロールしやすいような状態を作っています。完璧な体の使い方。次いきますよ。一回ここで止めますね。ふわっ
とした裏声が一瞬入ってくるところがすごく心地いいですよね。どうにかなるかな、こんな感じかな。すごいね、難しいですね。やっぱりこのね、スピード感があるようなフレーズなので、一つの音だけを裏声でスポーンとね、こう、抜いて出すみたいな歌い方って難易度がめちゃくちゃ高いんですけど、それをさらっとやってのける大森さんの歌の実力、半端ないですね。もう一回聞いてみましょう。で、この地声から裏声に切り替えるっていうのが苦手な方って結構多いと思うんですけど、うまく切り替えるコツとしては、声を飛ばすイメージ、これを持って歌うことが重要になります。そして、このイメージをですね、地声の時と裏声の時、同じ位置に向かって声を飛ばすイメージで歌うと、地声と裏声の切り替えうまくいくようになるので、ぜひね、これ練習して試してみてください。次いきますよ。で、今のポイント、すごく声が柔らかい雰囲気出てましたよね。うっすらと声に息の音が混ざってます。これをウィスパーボイスって言います。もう一回聞いてみましょう。君に幸せが訪れればいいな、みたいな。僕がやるとこういう感じになるかな。で、このウィスパーボイスをですね、うまく出すコツとしては、鼻に入れる声の量を増やすような感じで歌うとですね、大森さんっぽい声を作りやすいかなっていうふうに思います。君に幸せが訪れればいいな、みたいな。僕がやるとね、どうしても声にパワーが入りすぎちゃって、そのまま大森さんっぽい感じにはなりにくいんですけど、ミセスグリーンアップルが大好きなね、皆さんだったら、大森さんの声の特徴を僕よりも掴んでると思うので、ぜひね、チャレンジしてみてほしいなっていうふうに思います。次いきますよ。裏声が美しすぎる。で、この裏声なんですけど、あえて少しだけ声がこもったような音色をチョイスして歌ってますよね。これどうやって出してるかっていうと、すごく難しいんですけど、後ろにですね、こう弾くようなイメージで裏声の部分歌ってます。声をですね、後ろにクイッと弾くようなイメージで歌うと、歌声が柔らかい雰囲気になるんですよね。この特性をですね、うまく使って裏声の部分歌っていたかなっていうふうに思います。後ろに弾く感覚が分かりにくい人はですね、Hey! って言ってみると、声を後ろに弾く感覚つかみやすいと思います。おーいじゃダメです。Hey! ですね。ぜひね、やってみてくださいね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。笑って泣いてみたいな感じかな。そう、指をね、こう刺しながら声を出すと声のイメージってつきやすいんですよね。こちらもね、合わせて試してみてください。次いきますよ。グーグーグーのところは声を前に出すようなイメージの声ですね。声を前に出すようなイメージで歌うと力強い声が出しやすいんですよね。で、口も結構うっていう感じで突き出すような形を作ると大森さんっぽい声が出しやすいかなっていうふうに思います。めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。今のフレーズは難易度的にはめちゃくちゃ難しいですけどね。やっぱりこのまずはフレーズのスピード感、ここが苦戦しますよね。で、一瞬だけ裏声に切り替えてるポイントが2箇所あるっていうことと、あとは最後のグッドのところだけ声のイメージを変えてるんですよね。先ほども説明したように前にこう声を飛ばすようなイメージで、そのポイントだけ歌ってます。あとはですね、後ろに弾くような感じで歌ってるんですよ。このね、意識しなければいけないポイントが3つもあるので、すごく難しいフレーズになってると思います。ただこれができるようになると一気に歌が上達すると思いますよ。次いきますね。で、この地声のところもですね、かなり力強い声になってますよね。大森さんの力強いハイトーンの特徴的な声の出し方を使っているポイントかと思うんですけど、先ほどから言ってる鼻の中の響き、鼻腔共鳴、これはずっとキープされたままです。で、この力強さをどこで出してるかっていうと、胸の胸腔共鳴という部分の響きを使っています。ほっていう言葉で短く切るような感じで歌うと胸の響き感じやすいと思います。こう、ほみたいな。
胸に手を当てながらこの今のほーっていう声を出すと胸の振動がですね手に伝わってくると思うんですけど、これが胸腔共鳴です。この響きをですね高音でもプラスしてるんですよね。胸腔共鳴っていうのは声質を太くさせたり声の音圧を上げるポイントになってます。声の音圧っていうのは声の力強さっていう意味なんですけど、力強い声を出したかったら胸の響きを鍛えるっていうのが一番近道かなっていうふうに思います。次いきますよ。またね、裏声の切り替えポイントが2箇所ありましたね。今回のグッドデイはこの地声と裏声の切り替えポイントがすごく多いので、ここが一番苦戦するポイントかもしれないですね。ただできたらめちゃくちゃかっこいいです。先ほど言った地声と裏声の声を出す方向のイメージ、これねぜひ練習してみてください。もう一回聞いてみましょう。もう笑っちゃうぐらいすごいですね。手をつないで沢になってこんな感じ。難しいね。ちょっとねガラってなっちゃったしね、僕すっごい難しいです。これ相当練習しないとできる気がしないですね。それくらいね僕の中では難易度が高いポイントかなって思います。次いきますよ。最初のラ、ここが裏声で、次のラ、ここが地声みたいな感じですよね。ラ、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 ラみたいな、こういう感じで歌ってると思います。もう一回聞いてみましょう。多分そうですね。やっぱり裏声と地声の切り替えるポイントがすごく多く出てきますよね。次いきますよ。やっぱり前半は裏声地声裏声地声みたいな感じで、後半は地声みたいな歌い方。地声も裏声も同じぐらいコントロールができるようになった方が歌声の表現力も広がってくるのでね、楽曲もめちゃくちゃ素晴らしいですけど、歌を上達させるためにものすごいいい楽曲なんじゃないかなっていうふうにも思います。次いきますよ。あ、いいね。このアニメーションもいいですね。すごくキャラクターが可愛い。次いきますよ。2番はミセスグリーンアップルの皆さんがこういうアニメーションな感じになっちゃうんですね。見ていきましょうか。1番と比べて声がすごく寂しい感じになってますよね。この声どうやって出しているかっていうと、顔の表情をですね、暗い表情を作って歌う、あるいは口をですねほとんど動かさずに歌う、このどちらかだと思います。もしかすると大森さんは両方やってるかもしれないんですけど、もう一回聞いてみましょう。誰のせいにしようがみたいな、僕がやるとこういう感じかな。うっすらウィスパーボイスも入ってるような感じがしますね。顔の表情を暗いとか寂しい感じにして、口はあまり開かず、その声を鼻に多めに入れる、こういう発声法かと思います。次いきますよ。で今前半の低い部分も先ほど言った感じの声の出し方、寂しい表情で口はあまり開けずに鼻にいっぱい声を入れる。高い声になった時にですね、ここで初めて顔のですね口角を多分上げるんですよね。こういう風にハイトーンのところだけ声が明るくなってるんですよ。で、顔の表情っていうのは声質にすごく影響を与えます。明るい表情を作ると声質も明るくなりますし、先ほど言ったように寂しい表情だと声も寂しくなるんですけど、で、口角を上げるっていうのは明るい雰囲気が声につくんですよね。おそらくそういう表情で歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。まがまがしさでみたいな、こういう感じかな。この顔ね、こういう風な顔で歌うと口角を上げて歌いやすいんですよ。大森さんみたいなねハイトーン出しやすいというか。次いきますよ。今の部分なんですけど、スタッカート、音を切る
強さがですね、かなり強くなったポイントかなっていうふうに思います。音を短く切ることによって躍動感がすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。すごいですよね。タッタタッタッタタタみたいな。もうこのぐらい音切ってるんじゃないかなと思います。こういう風にかなり強く音を切ることによって生まれるノリを音楽用語でグルーブとかグルーブ感とか言ったりします。次いきますよ。で、またここのポイントでちょっと声が寂しい感じになりましたよね。また顔の表情を動かさずに寂しい表情を作って歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。いいなーのこのなーのところだけ鼻の響きが強くなってるか。ここだけね、訂正します。失礼しました。次からサビですもんね。サビで盛り上げるために最後の一つの音だけ力強さを表現したみたいな感じかな。じゃあ次聞いてみましょう。あ、ここで違うメロディーパターンが来るんですね。今のフレーズなんですけど、歌うのはっていうワードだけウィスパーボイスを使ってるんですよね。部分的にこう優しい雰囲気を作り出して、そこ以外はですね、裏声の箇所で声のきらびやかさを表現してるポイントもあるんですけど、地声で歌ってるポイントは全体的に力強く歌う感じかな。もう一回聞いてみましょう。歌うのはみたいな感じですよね。ここだけこうソフトに歌ってるところがね、かっこいいですよね。次いきますよ。なかるるのこの最初の音、ザラザラって音、これをですね、エッジボイスって言います。ここにですね、仮声帯っていう部分があるんですけど、そこを使って出している音です。咳払いをするときに動くポイントですね。この、この音です。これ声も一緒に出してるから、っていう風になりますけど、声出さないと、このビリビリビリっていう音だけ出るんですよね。これをフレーズの前にですね、一瞬入れてあげることによって、切ない雰囲気をですね、表現することができます。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、ここでもね、やっぱり全体的にスタッカートで歌ってますよね。次いきますよ。ゆきさん、ここの音、これミックスボイスっていう声ですね。地声と裏声の中間の声でですね、大森さんの代表的な声の一つかなっていうふうに思うんですけど、これね、すごく難しいんですけど、すごくかっこいいですよね。ミックスボイスを出すポイントとしては、この喉の奥にですね、軟口蓋って言われる、この歯のあたりからベロで上をこうなぞっていくと、硬い部分から柔らかい部分に切り替わるんですけど、この柔らかい部分を軟口蓋って言います。声の出口をですね、軟口蓋からつむじに向かってこうぐんと引き上げるようなイメージで裏声を出すんですよね。これがミックスボイスを出すポイントです。ただ普通の裏声だと、みたいな感じで弱くなってしまうので、しっかりと腹式呼吸で息を吸って腹筋と背筋を使って裏声を出すんですよね。ただやんわり裏声をふわっと出すんじゃなくて、最初の一発目の瞬発力みたいな感覚が必要になってきます。みたいな、こうやわやわって感じじゃなくて、シュピーンみたいな、これも裏声なんですよ。ただ体の使い方と先ほど言った声を出すイメージを持って歌ってるから、地声っぽい張り感の乗った裏声になるんですよね。ミックスボイスすごくね、苦戦してる人が多いんですけど、まあ僕もね、その中の一人だったんですけど、できるようになるとすごく表現の幅が広がるので、ぜひ今説明した感覚をですね、イメージして練習してみてください。もう一回聞いてみましょう。で、ミックスボイス1個忘れてました。伝えることを。鼻声にしてください。そっちの方がミックスボイスの成功率が上がると思います。で、鼻声やりすぎだなと思ったら、その鼻声のニュアンスをですね、少しずつ減らしていけば、かっこいいミックスボイスできると思うので、ぜひね、お試しあれ。次いきますよ。いいね。かっ
こいいね。ミックスボイス、そして裏声みたいな感じになってますけど、基本的にミックスボイスも裏声も声を出すイメージの入り口としては裏声なので、ミックスボイスができれば裏声のところもね、やりやすい感じになると思います。歌声分析っていうよりもなんか、どうすれば大森さんに近づけるかみたいなね、解説みたいな説明の仕方になっちゃってますけど、申し訳ないです。もう一回聞いてみましょうか。いいね。で、歌詞でね、時々韻を踏んだような言葉の表現あるじゃないですか。これもね、かっこいいですよね。次いきますよ。やっぱこの裏声の部分を少しこもったような雰囲気で後ろに引っ込ませることによって歌の表現の前後の距離感が生まれますよね。より大森さんの歌のフレーズに立体感が生まれてくるというか、多分ね、こういうところまで考えて表現してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。世界はぐらいからまた声がガーンとこう前に出てるような感じがありますよね。いや、この表現ほんと素晴らしいですよね。次いきますよ。あれ鈴木亮平さんあれずっと出てました？あれもしかして他のタレントさんも出てたりしたのかな？今ね、ちょっと気づいてびっくりしちゃいましたけど、歌声の分析に集中していたら、なんか見たことあるなって思ってテレビで。すごいですね。もう一回聞いてみましょうか。すごい楽しそうでいいですね。で、歌声も全体的に明るいですよね。やっぱりね、口角を上げて歌ってるか、あるいはね、口を大きく開くと、結果的に口角が上がることになるので、明るい声質、チョイスしやすいので、ぜひね、やってみてください。次いきますよ。で、この裏声をこもったような音数での表現方法なんですけど、さっきね、後ろに弾く感じっていう風な説明をしたと思うんですけど、プラス、やっぱりね、この鼻声のニュアンスを多めに声に足してるんですよね。いつまでたってみたいな。多分こっちの方が声の雰囲気は近いんじゃないかなっていう風に思うんですよね。で、鼻に入れることによって、低音部分だと声の通りが良くなるんですけど、今回の使い方はですね、鼻に入れて後ろに弾いてるので、音がこもった成分が強調されるんですよね。で、鼻腔共鳴っていうのは声の音色をコントロールするポイントなんで、後ろに弾いたらこういう声、前に飛ばすイメージだったらこういう声っていう風に、極めるとですね、本当にいろんな声を表現できるようになるんですよ。大森さんはね、鼻腔共鳴の使い方のスペシャリストですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、裏声の部分、声がこもるけど歌詞はしっかりと伝えたいっていうところで、口の動きはですね、割とはっきりと発音してるかなっていうふうに思います。ほんと細かい部分まで考えて大森さん歌ってるんだなっていうふうに思いました。素晴らしい。次いきますよ。いいね。このグーグーグーのところのバックのサウンドのアクセントの部分と歌のアクセントがですね、ぴったりこう重なることによって出る楽曲全体のアタック感みたいなね、雰囲気がすごくかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらバンバンみたいなところにグーグーグーみたいなこの G の子音がですねバシッバシッバシッっていう風にしっかりと重なってるんですよね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。あ、ここになるわけね。あらららら。鈴木亮平さんが何かを引っ張っていますね。これ飛行機かな？次いきますよ。ヘリコプターじゃないのか。今一瞬ヘリコプターかと思ったんですけど、やっぱり飛行機ですね。プロペラが花びらの飛行機でしたね。じゃあ次の歌い出しからいきたいと思います。で、ここはですね、すごく言葉をはっきりと発音して歌ってるかなっていうふうに思います。で、子音の発音の仕方もですね、日本語の子音の発音の仕方っていうよりも、英語に近いような発音で歌ってますよね。転がれば、みたいな。
すごく子音が前にこう突き出すような感じの雰囲気を感じる歌っていうか、もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。このカレパーみたいな、こんな感じですよね。子音も強く、スタッカートも的確に入れてみたいなね、もう完璧な歌い方。次いきますよ。ここもね、綺麗なミックスボイスでしたよね。いやー、本当に表現の幅が広すぎますね。もう一回聞いてみましょう。やっぱり大森さんの高音域部分の声ってすごく聞きやすいんですよね。すごく聞いていてこうホッとする音質の高音ボイスっていうかね。で、激しいところはすごく激しい雰囲気で歌ってくれるし、やっぱね、歌の知識もね、ものすごい量を持ってると思います。次いきますよ。今のところがスタッカートの感じを理解しやすいような歌い方をしていたかなって思います。タラタッタッタ。こんな感じでしたよね。ちっちゃいツが入ってるので、スタッカート入れやすいポイントで、聞いてる側もですね、スタッカートだっていう風にね、分かりやすいポイントなんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ね、あったってとかいう感じで歌ってますよね。こういう感じでですね、フレーズ全体にスタッカートを入れていくと、大森さんみたいに躍動感のあるフレーズをね、歌うことができると思います。次いきますよ。なるほどね。こっから落ちサビなわけだ。その前にちょっと転調しましたね。転調っていうのは曲の中でキーが変化することを転調って言います。で、キーって何かっていうと、音階のことなんですよね。有名な音階だとドレミファソラシド。曲の中でもともと使っていた音階が例えばドレミファソラシドだったら、これがですね、ドレミの音から始まるドレミファソラシドに聞こえる音階に曲が変化しましたよっていうのを転調って言うんですよ。一番身近な例だと最後の大サビでキーが上がる。これも転調ですね。今の部分は曲の中の部分的にキーが変わってるので少し分かりにくいかもしれないんですけど、こういった転調もあります。もう一回聞いてみましょう。ここ。そんなもんだのあたりから瞬間的に転調してるんですよね。で、またサビになったら元のキーに戻るって感じかな。聞いていきましょう。ここの部分はですね、レコーディングの音質処理の話になるんですけど、レコーディングをした歌声っていうのは人工的に残響成分であるリバーブっていうものと山彦成分であるディレイっていうものが足された状態で音源として出荷されるんですよね。で、この残響成分のリバーブと山彦成分のディレイっていうのは、こういった部屋の空間の自然な音の響きなんですよね。なぜそれを人工的に歌声に付け足すかっていうと、ボーカルレコーディングブースっていうのは防音なので、先ほど言った残響と山彦ってゼロの状態になるんです。で、そのままの状態で音源化すると一曲通してちょっと違和感が感じるような音質になるんですよね。だからあえて人工的にリバーブとディレイを足すわけですけれども、でも今のポイントってそのディレイとリバーブっていうものがない状態で落ちサビ作られてるんですよね。これ狙いとしては先ほど言った自然な部屋鳴りがない歌声っていうのはものすごく近く感じるんですよ。声の存在感がものすごく大きくなった状態で大森さんの歌声を聞くことができるっていうか、例えばこのぐらいの距離で話していた相手が急にこう一歩グイッと近づいてくるような、そういった表現方法なんですよね。それをね、この落ちサビの部分で使ってますね。聞いた瞬間でびっくりしちゃいました。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。これでもね、動画だと伝わりづらいかもしれないですね。ぜひイヤホンとかで聞いてみるとすごくわかりやすいと思うので、やってみてください。で、やっぱりね、さっきの部屋鳴り成分がカットされてる状態の声っていうのは、子音のアタック感もすごく強く聞こえるので、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。今度は綾瀬はるかさんが出演しましたね。なんかすごい大御所。
すごい大御所がいっぱい。見落としてるタレントさんとかいるかな。不安になってきちゃいました。次いきますよ。あ、プレゼントね。ダメだ。もうミュージックビデオの映像の方に集中しちゃうとちょっと歌声分析がおろそかになってしまいますね。ごめんなさい。今ものすごい綺麗な裏声だったのに。もう一回聞きますね。で、裏声なんですけど、普通の裏声じゃなくて、これはですね、ヘッドボイスって言って頭を響かせた裏声なんですよね。ヘッドボイスっていうのは声をですね、ものすごく綺麗な響きにしてくれたり、あとはさらに高い音を出したい時に必要になってくる声の響きなんですよ。大森さんの音域はね、めちゃくちゃ広いから、多分ね、このヘッドボイスのコントロールもものすごいね、ずば抜けたレベルなんだと思います。次いきますよ。ういー、やばくないですか？そして最後のサビ、今ちらっと一瞬だけ音流れましたけど、転調するんですね。これがね、キーが上がった転調ですね。いやー、最後でものすごい感じになってきましたね。とりあえずね、ごめんなさい。今聞いたところの歌声なんですけど、かなり高いところまでミックスボイスで歌ってましたよね。で、高いミックスボイスはですね、鼻に入れる声の量を増やしていくと出しやすくなってきます。一番難しいのが多分地声でそろそろきついなっていうところと、そろそろミックスボイスにしたいなっていう、この境目あたりのコントロールが一番難しいと思うんですよね。でもある程度高いところっていうのは裏声でもパワーを乗せやすいので楽になってくるんですけど、今のフレーズは徐々にこうね、音域が上がってくるところで地声から綺麗にミックスボイスに切り替えて、で張りのあるミックスボイスみたいな流れだったんですけど、すごいコントロールですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、新鮮なグループみたいなね、こんな感じかな。でもね、僕だとこうミックスボイスから裏声につなげた時にちょっとね、ミックスボイスにパワー感が引っ張られちゃうんですよね。裏声の部分も強くなりすぎちゃってるっていうか。でも大森さんはさすがなんですよ。力強いミックスボイスでグーって上げていっても裏声になった瞬間にふっとこう後ろに引くような表現力をしているので、この辺ね、さすがだなって思いますね。じゃあ転調した次のサビいってみましょう。かっこいいね。キーが上がったことによって裏声のところはさらにきらびやかになりますし、地声のところもね、パワフル感が出て最高ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいな。なんか言うんだって話ですよね。で、宇宙空間を歩いているミュージックビデオの映像もね、かっこいいですよね。こう大行進をしてるっていう感じで。一般的にはね、想像のできない世界観をミセスグリーンアップルのミュージックビデオは表現してくれていると思うので、この辺もね、すごい見応えがありますよね。次いきますよ。今一瞬現れた綾瀬はるかさんがものすごい素敵でしたね。グーグーの可愛いって思って。ごめんなさい、ミセスグリーンアップルのミュージックビデオなのに。もう最後の大サビはもうね、楽しいとかそういう風なポジティブな感情がものすごく溢れてますよね。歌声分析をするのがなんかね、チープなんじゃないかと思うぐらい素晴らしい幸せオーラが感じられます。次いきますよ。やばいね。この声聞きましたか今。すごく力強いミックスボイスで3連符っていうリズムを使ってます。タタ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 。こういう感じのリズムですね。カウント1つに対して3つ均等なリズムで音が入ってくるリズムを3連符って言います。超かっこいい。もう一回聞いてみましょう。誰かといればそのみたいな感じ。僕ね、あんまりね、高い声で力強い歌声苦手なんですけど、大森さんの声はすごくパワフルでしたよね。で、全体的にビリビリとした質感を感じるんですけど、ここシャウトボイスを使ってんのかな。シャウトボイスっていうのは、ここのエッジボイスの時に説明した仮声帯を使いながら歌うテクニックなんですけどね。めちゃくちゃかっこいい声でした。次いきますよ。いい。
なんか最後フェイクにつながっていきそうですね。ここからエンディングになるのかな。聞いていきましょう。やっぱそうですよね。ララの上で大森さんがこうフェイクを歌ってるような感じ。じゃあもう本当にもうエンディングなのかな。ここからは続きいきますよ。最後はみんなで盛り上げてる感じ。なんかゴスペルみたいな雰囲気ですね。めちゃくちゃかっこいい。やっぱそうですよね。ララでしたよね。最初が裏声、次が地声みたいな感じの歌い方でした。よかった。このね、静かなところで声がものすごく聞き取りやすいようなポイントが出てきたので、先ほど僕が説明したことが当たってるっていうことがね、立証されましたね。次いきますよ。で、ララララのところはすごく声を鼻に入れてるっていう感じの歌い方です。今回はなんか全体的に鼻の使い方が強調された声質をチョイスしてるなっていうふうに思います。次いきますよ。終わった。打ち上げ？何なんかもうエンディングに向かってるのに、まだミュージックビデオの時間が1分半ぐらいからおかしいなって思ったんですよね。何？打ち上げ？見ていきますか？good day。いい日。いい日ですね。確かにね。そうですね。ものすごい有名な方々が勢揃いしたシーン。good day。いい日。いやー、今回も素晴らしい楽曲でしたね。以上、ミセスグリーンアップルグッドデイ歌声分析はここで終了です。いやー、最高の歌声でしたね。そして最近ですね、ミセスグリーンアップルの歌声分析動画も6、7本ぐらいになるのかな、今回で。なんか楽曲によって大森さんの声質のテーマがあるのかなっていうふうにも思ってきて、今回だったら鼻の音色を中心で歌うとかね。なんか曲によって声のテーマがあるのかななんていうふうにも思ってきました。いやー、にしても素晴らしい歌声でしたね。そして大物タレントさんとの共演のミュージックビデオっていうことで、気づくのが遅すぎましたね。僕は2番のサビあたりで気づいちゃって、最初から分かっていたらもっと違うリアクションにもなったのかななんていうふうに思いますけど、いや、最初から最後までね、テンションが上がりっぱなしでした。これからもミセスグリーンアップル全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。